今日は大葉の三角春巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は大葉の三角春巻きを2種類作っていきたいと思います。ということで今回は一口サイズのね、可愛い三角形の春巻きにしていきます。味付けはツナマヨ、そしてハムポテト、この2種類作っていきたいと思います。手軽な材料ですごく簡単に作れます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずツナマヨ味の材料からご紹介します。材料はこちらです。大葉、ツナ缶、玉ねぎ、マヨネーズ、春巻きの皮、そして春巻きの皮をくっつけるときに使うのが薄力粉とお水です。もう一つの具材はこちらです。じゃがいも、ハム、大葉、顆粒コンソメ、牛乳です。こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずツナマヨ味から作っていきます。玉ねぎの蓋を取って、玉ねぎはねみじん切りにします。こちら切りやすい方法で OK です。玉ねぎはみじん切りしました。今回玉ねぎは生で使いますので、今から辛みを取っていきます。辛みを取る時なんですけれども、酢水につけるとね結構玉ねぎの辛みが取れるので、今回酢水につけて辛みを取りたいと思います。こちら分量外なんですが、お水とあとここに大さじ1杯のお酢、穀物酢ですね。それで OK です。ここに玉ねぎを入れます。このまま10分ほど酢水につけておきます。はい、それでは10分経ったので水を切りたいと思います。水を切りました。それではねしっかり水分を取ります。玉ねぎはこれで OK です。こちらのツナのオイルを切っていただいてボウルに出します。でね、今水煮とかも売ってるので、水煮のねツナ缶など使っていただいても OK です。そして水気を切った玉ねぎですね。マヨネーズです。こちらをよく混ぜます。ツナマヨはこれで OK です。続いてハムポテト味を作っていきます。まずじゃがいもの皮を剥きます。じゃがいもの品種はお好みのものをご使用ください。こちらを1センチ幅に切っていきます。これをまた半分に切ります。それではじゃがいもを水に浸して10分ほどアク抜きをします。はい、アク抜きが終わりました。そしたら一度水分を切ります。そしてふわっとラップをします。これを電子レンジ 600W で4分から5分ほど加熱してじゃがいもを柔らかくしていきます。はい、取り出しました。で、やけどしないようにラップを取りましょう。はい、こんな感じでホクホクに仕上がってます。で、これをマッシャーまたはフォークなどで潰していきます。で、この時もねほんとじゃがいもかなりホクホクしているのでやけどしないように注意してください。潰してみてちょっと硬いなっていう時はプラス30秒から1分ほど加熱してみてください。で、潰したらここに顆粒コンソメとあと牛乳を加えます。そして混ぜます。はい、これで OK です。で、ちょっと味見していただいて味が足りないなという時は塩などで味を調整してください。それではハムを切ります。ハムは1枚ずつねこう剥がしていただいて、でまた重ねて半分に切ります。ハムはこれで OK です。それでは大葉を切ります。この茎の部分を取って半分に切ります。はい、大葉はこのようにカットします。大葉水で洗ってるのでちょっと水分がついてます。しっかり大葉の水分は取っておきましょう。このように並べて大葉の水分をねしっかりと拭き取っておきます。そして最後の下準備です。水溶き薄力粉を作っておきます。お水に薄力粉ですね。これをよく混ぜます。これで OK です。それではね今から春巻きの皮で包んでいきます。まず春巻きの皮を3等分にしていきます。キッチンバサミで切ります。包丁でもどちらでも OK です。包丁の方がねまっすぐ切れるかな。このように3等分してください。で、そしたら1枚ずつね皮を剥がしましょう。で、この時引っ張りすぎるとね破れてしまう時がありますので、優しくね皮を剥がしてください。
このように全部剥がします。まだね使っていないものに関しては乾燥しないようにラップをかぶせておきましょう。それでは包んでいきます。春巻きの皮は裏と表があります。触っていただいてザラザラしてる方が内側、ツルツルしてる方が表側になります。なのでザラザラしてる方をね上にしていただいて、それではねまずツナから包んでいきます。まず具材を置きます。手前に置いてください。そしてこれをですね三角に包み込んでいきます。こんな感じでペトッと、まずこのように三角形に折ってください。でこの時ね具材あんまりはみ出ないようにしましょう。こんな感じです。そしたら今度は上にねこう縦にパタリと折ります。こんな感じです。次大葉を置きます。大葉、この裏の面を表にしていただいてこれを入れ込みます。はい、大葉を今度は包み込んでまた三角に折ります。でまた今度は三角に折ります。で最後この部分に来たら先ほど作っておいた水溶き小麦粉をつけて、でペタッと貼り付けます。はい、このように三角に折っていきます。それではねツナを同じようにあと5つ作っていきます。それではハムポテトを包んでいきます。まずハムを置いていただいて、でこの上にポテトですね。でまずこれを三角に包みます。はい、こんな感じですね。でそしたら上にパタッと折ります。で大葉を挟んでいただいてくるっと、でまたくるっと、で最後に水溶き薄力粉を塗っていただいて、でピタッと止めます。こんな感じです。でこちらも同様にザラザラした方を上にして包んでいきましょう。はい、包み終わりました。それでは早速こちらを油で揚げていきたいと思います。まずフライパンの底から1センチぐらいの油を注ぎます。そしてこちらを温めます。で今回は160度から170度ぐらいの温度で揚げていきますので、そこまで油を温めます。はい、それでは適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の端からプクプクプクとちっちゃい泡が出てくるぐらいです。このぐらいになれば OK です。それでは揚げていきます。はい、まずツナの方から揚げていきます。両面いい揚げ色がつくまで揚げていきましょう。で1分ぐらいしたらひっくり返します。でたまにねこう隙間から具材が出てしまう時があるので、そうするとねパチッと跳ねてくるのでやけどには注意してください。はい、それではカリッと揚がったので揚げていきます。はい、美味しそうに揚がりましたね。こんな感じで揚がりました。それではハムポテトも同じように揚げていきます。それではこちらも揚げ色がついたものから取り出していきます。これで全部揚げ終わりました。こちらがハムポテトで、こちらがツナマヨです。これで油を切って完成です。はい、これで大葉の三角春巻きの完成です。カリッと仕上がりました。それではいただきたいと思います。ツナマヨからいただきます。この大葉がいいですね。皮もすごいパリッとしてて、後からねこの大葉の香りが口に広がってすっごく美味しいです。ハムポテトいただきます。これは美味しい。じゃがいもがすごく滑らかでクリーミーで、大葉の味がねものすごくアクセントになってます。今日も美味しく仕上がりました。今回の大葉の三角春巻きのポイントです。まずですね、ツナマヨの玉ねぎに関しましては今回酢水につけました。で酢水につけていただくとね、玉ねぎの辛みをね綺麗に取ることができます。辛みを取る方法もいろいろあるんですけれども、ぜひ酢水で試してみてください。このツナマヨに関しましてはちょっとね水分が多いと皮がね柔らかくなってしまいますので、もしね水分が多いなっていう時はちょっとね水分絞ってから包むようにしてください。そしてハムポテトのポイントです。まずですね、
じゃがいもは最初に皮を剥いていただいて、ある程度切っていただいてから電子レンジで加熱してください。で、もしね、1回の加熱で足りない時はプラス30秒から1分ほど追加して加熱して柔らかく仕上げてください。そして包む時のポイントです。今回は春巻きの皮を3等分にして作りました。これはですね、2等分にしていただいて、ちょっと大きめに作っていただいても OK です。包み方としては、まず手前に具材を置いていただいて、三角にパタッと折ります。そして前にパタッと折っていただいたら、その時に大葉を挟んでいただいて、繰り返し三角に折っていってください。そして揚げる時のポイントです。今回はですね、160度から170度の温度で揚げました。で、揚げてる最中にね、この春巻きの皮からたまにね、具材が出てしまう時があります。具材が出た時にちょっとね、油が跳ねたりする時もあるので、揚げる時は十分注意してください。なので、包む時もですね、できるだけ隙間がないように包んでいただくといいかなと思います。そして具材も詰めすぎると今度はねパンパンになって破裂してしまう時もありますので、具材の包みすぎにも注意してください。今回はツナマヨとあとはハムポテト、この2つの具材を入れたんですけれども、お好みのものを入れて作ってみてください。チーズもし入れる時はですね、結構油に飛び出やすいので、チーズを包む時はもうしっかりねチーズが出ないように包むようにしてください。今回もねすごく簡単に作れますので、ぜひ作ってみてください。ということで今日は大葉の三角春巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。